こんにちは、くまこです。今回宿泊したのは、ポルトパラディーゾサイド、スーペリアルーム、ハーバービュー。特等席からビリーブを楽しむはずが、なんとこの日は休止日。落ち込む私を待っていたのは、めったにお目にかかれない奇跡の連続でした。特別な一夜の記録をぜひご覧ください。それでは、早速行ってみましょう。今回はミラコスタのエントランスからスタートです。現在、ミラコスタは25周年を記念したジュビリーブルーで彩られ、息を飲むような輝きに包まれています。どこを見渡しても日あふれる青の装飾が施されていて、一歩足を踏み入れた瞬間に日常を忘れさせてくれます。今回はオンラインチェックインの手続きを忘れていたので、フロントでのチェックインです。本日の客室は、ポルトパラディーゾサイド、スーペリアルーム、ハーバービュー。お部屋番号は、43655号室。16時から25周年のハーバーショー、スパークリングジュビリーセレブレーションが始まるので、急いでお部屋を目指します。ここからは恒例のルームツアータイムです。お部屋の様子よりも、まずはハーバーショーを堪能したいという方は、下のチョクターから次のシーンへスキップしてくださいね。到着しました。43655号室。それでは、いざ入室。やっぱり素敵なお部屋ですね。この気品あふれるインテリアとミラコスタならではの重厚感。25周年の特別な空気感も相まって、背筋がスッと伸びるような心地よい緊張感があります。それでは、まずはこのお部屋の細部をじっくりご紹介していきますね。まずはお部屋の一番奥。景色を座ってゆっくりと楽しめるように、椅子とテーブルが用意されています。ミラコスタの椅子は見た目以上に座り心地が抜群。ここに深く腰掛けてパークの景色に思いを馳せる時間は何者にも代え難い至福のひとときです。続いてこちらの存在感のある大きめのデスク。上にはオリジナルなエコバッグが用意されています。お土産にもぴったりの最高に嬉しいプレゼントですよね。そしてこのデスクの引き出しの中には25周年を記念した特別なポストカードとファン待望のリーフレットが用意されています。パークがデジタル化されてから姿を消していたあのトゥデイを彷彿とさせるガイドの復活に思わず歓喜してしまいました。やっぱり紙のガイドを手に取るとディズニーに来たという実感が何倍にも膨らみますよね。これは最高のお土産になります。ポストカードももちろん25周年の特別デザインです。続いてベッド周りを見ていきましょう。壁のタペストリーや気品あるヘッドボードには冒険とイマジネーションのテーマが息づいています。ベッドとベッドの間のナイトテーブル。引き出しの中には懐中電灯、下の棚にはティッシュが用意されています。続いてはテレビ台です。下の引き出しの中にはランドリーバッグとナイトウェアが用意されています。続いてミニバーのコーナーです。こちらにはアイスペールやケトル、コーヒーやお茶のセット、そしてグラスとティーカップが用意されています。下の扉を開けると、そこは冷蔵庫になっていて、中には無料のミネラルウォーターが3本入っています。そして客室の入り口すぐのところにあるこちらの大きな扉はクローゼットです。中にはホテルステイをより快適にしてくれるアイテムがしっかりと完備されています。セーフティボックスやお子様用の組台もこちらに用意されています。続いては水回りを見ていきましょう。
洗面台の左側にはアンティークゴールドの装飾が美しい卓上ミラー。その隣にはポンプ式のハンドソープ。ガラス棚にはうがい用のコップが用意されています。洗面台の右側にはお持ち帰り可能なアメニティたちがずらりと並んでいます。ディズニーホテルのアメニティは見ているだけで幸せな気持ちになりますよね。洗面台の左側の引き出しの中にはティッシュとスキンケアセット。スキンケアセットは2セット用意されています。そして右側の引き出しの中にはドライヤーとヘアブラシが用意されています。右側にあるミッキーが描かれた可愛らしい扉はバスルームです。中は広々とした洗い場付きのタイプ。備え付けのシャンプーやボディソープは使いやすいディスペンサー式です。バスルームの向かい側、こちらの扉はお手洗いです。それではお待たせしました。いよいよ窓からの景色を見てみましょう。どうです？この眺め。なかなかいいですよね。この角度なら夜の空を彩る花火もバッチリ見えるはずです。こちらの客室はちょうどビラドナルドホームショップの真上あたり。メディテレーニアンハーバーとの距離もぐっと近く、臨場感たっぷりのこの近さはまさに私好みのベストポジションです。実はこちらの客室、外には小さなバルコニーがついています。安全上の理由で扉はこの隙間程度しか開きません。正直この柵が少し邪魔に感じるような気もしますが、立って景色を眺める分には全く問題ありません。むしろこの隙間から入り込んでくるパークの音や風がミラコスタに止まっている実感をより強くさせてくれます。そしてタイミングよくスパークリングジュビリーセレブレーションが始まりました。メディテレーニアンハーバーは一気にお祝いムードに包まれます。このショー、キャラクターたちが陸上の3カ所にも登場するのですが、なんとこのお部屋からはその全てが見渡せるんです。どこに誰がいるのかを一目で把握できるのはパーク全体を俯瞰できるこの位置ならではの特権ですね。ただ唯一ミッキー広場だけがちょっと見づらいんです。邪魔をしていたのは先ほどの柵ではなく、なんとスピーカー。こればかりは仕方がないですね。実は今日公式サイトではミリーブも花火も休止の案内が出ていたんです。つまり今日のショーはこれが最後。夜のショーがないのは残念ですが、その分お部屋での時間をじっくり楽しみたいと思います。ということで、ここでミラコスタ宿泊者だけが購入できる特別なカードキーとキーケースをご紹介します。チェックインの際に購入しておいたので、その中身を少しだけお見せしますね。パッケージの中にはキーケースとカードキー、そしてチェーンが入っています。セットしてみるとこんな感じです。今回の宿泊でも実際にルームキーとして使うことができるんです。お値段は1セット4000円。添い寝のお子様を含む宿泊人数分まで購入できるそうです。事前予約は不要ですが、チェックインの際にもかなりのゲストが購入されていました。販売期間中でも品切れにならないか、ちょっと心配になるほどの人気ぶりです。私はもったいなくて使えないので、撮影した後は元通りにしてしまっておきます。時刻は18時。今回の動画、もっと撮れ高をしっかり確保しなくてはと思い、夕食はオチエアナのブフェを予約しておきました。案内されたのは運よく窓際のお席。刻々と表情を変えるパークの景色を眺めながら食事ができるなんて最高に贅沢な時間です。現在オチエアナでも25周年の特別なメニューが提供されています。ブフェ台でひときわ目を引くのはジュビリーブルーに染まったデザートたち。まるで宝石箱を覗いているかのように華やかです。
美味しい食事を楽しみながらパークを眺めていると、ふとあることに気づきました。まだ18時過ぎだというのに、ゲストの皆さんが続々と吸い込まれるようにエントランスの方へ向かって歩いていくんです。今日は夜のショーがないからみんな早く帰っちゃうのかななんて熊尾と話していたのですが、それにしてもさすがに帰りすぎですよね。まるで潮が引くようにパークから人がいなくなっていく光景に、なんだか少し不思議な、いえ異様な感覚さえ覚えてしまいました。さすがにこの光景はおかしい、そう思って急いで調べてみたところ、驚きの事実が判明しました。なんと今日は18時30分閉園、19時30分からは企業の貸し切りイベントが行われる日だったんです。もしかしてと思い、さらに調べてみると、なんと休止だと思っていた花火もビリーブも開催されることが分かりました。一度は諦めていた夜のショーがまさかお部屋から見られるなんて、最高の撮れ高、そして最高の奇跡が舞い込んできました。そしてさらに衝撃的な光景を目にすることになります。見てください、この極厚ローストビーフ。実は熊尾、以前からオチエアノのローストビーフが一番美味しいと豪語していたのですが、なんと今日はシェフの方にお願いしてこの厚さにカットしてもらったそうです。その迫力にお腹いっぱいだったはずの私もテンションが上がってしまい、同じようにカットしてもらっちゃいました。ちなみにこちらのお皿にあるのが通常の厚さ。並べてみるとその差は一目瞭然ですよね。これが本当に美味しいんです。皆さんも機会がありましたら、ぜひ厚めのリクエスト試してみてくださいね。時刻は19時30分。貸し切りイベントのスタートです。この時間帯にまさかの開演ラッシュを見られるとは思いもしませんでした。窓際のお席に案内していただけたおかげで、こんな貴重な光景までカメラに収めることができました。さて、そろそろお部屋へ戻って20時15分から始まる花火に備えるとします。客室に戻ってきました。夜のメディテレーニアンハーバーは水面に揺れる灯火がなんとも幻想的で、ずっと見ていても全く飽きることがありません。そして20時15分、花火スカイフロームカラーズが始まりました。このお部屋からは夜空に咲く花火はもちろん、それに合わせて表情を変えるパーク全体のライティング演出も一望できます。空の色とパークの明かりが一つに溶け合うこの瞬間、まさにお部屋がショーのステージの一部になったような圧倒的な没入感です。そして時刻は21時20分。本来なら閉園しているはずのこの時間に貸し切りイベントと宿泊者のためだけのビリーブが始まりました。本当に贅沢すぎる時間です。このお部屋のもう一つの魅力はメディテレーニアンハーバーとの近さ、そしてこの高さです。ビリーブの演出でキャラクターたちが塔の頂上まで上がってくると、驚くことにちょうど私たちの目線と同じ高さになるんです。実はこの真上にある5階のテラスルームでも何度か鑑賞したことがありますが、臨場感で言えば断然この4階のお部屋。5階だとどうしても見下ろす感覚になって少し距離を感じてしまうのですが、ここでは物語の中に自分も入り込んでいるような、そんな圧倒的な近さを感じられます。今日は想像をはるかに超える撮れ高と奇跡に満ちた夜になりました。この幸せな余韻に浸りながらゆっくり休もうと思います。皆さんも素敵な夜を。おやすみなさい。
おはようございます。静寂に包まれた朝の誰もいないパーク。まるで、ここだけ時が止まってしまったかのようです。時刻は8時15分。ハッピーエントリーのゲストが入ってきました。少しずつ魔法の活気が戻り始めます。これからまた新しい一日が始まります。ということで、今回は東京ディズニーシーホテルミラコスタのポルトパラディーゾサイドスーテリアルームハーバービューをご紹介しました。実は今回夜のショーがないと思って取れ高を心配した私は、保険として SS コロンビア号のジュビリー柄まで予約していました。ですが、このお部屋から見える景色や過ごし方だけで一つの動画としては十分すぎるほど取れ高にあふれていたんです。正直この客室のポテンシャルを舐めていました。 SS コロンビア号ジュビリー柄の様子はすでに多くの YouTuber さんが紹介されているので、気になる方はとりあえずそちらをご覧ください。私も動画を出したいなとは思っているのですが、実は次の動画スペシア X のコックピットスイートなんです。ディズニーファンの皆さん、ごめんなさい。節分の濃い世界へ行ってきます。それではまた次回の冒険でお会いしましょう。